てた砂の中で小さな声を聞いた。誰もがモンスターと呼ぶ君の震える手を、剣と炎が全てを焼こうとしても、僕だけは知っているその涙の訳を。大地の痛みを魔法でごまかさないで、ゆっくりでいいさ、根を張る時間を信じて。さあ僕の後ろに隠れていいよ。目向け奪われた空の向こうまで、傷ついた葉っぱも僕が盾になるから緑川教授、待ってください。リュックを忘れてますよ。もう教授ったら植物に関係ありそうなものを見つけるとすぐ周りが見えなくなるんだから。だからこそ教授は世界的な植物栽培の専門家で品種改良の研究者になれたんだよな。今回の砂嵐は想像以上にひどかったみたいだ。この状況じゃ生き残った植物を見つけるのは難しいだろうな。よく頑張ったね。君だけがこんな過酷な場所で生き残ったんだ。大丈夫、温室に連れて帰ってきちんと調べてあげるよ。もしかしたらまだ誰も知らない新しい種類の植物かもしれないね。おかしいな。生命反応は確かにあるのに、いろいろ試したのにどうして芽を出してくれないんだろう。おかしい。この季節にこんな嵐が来るはずはないんだけどな。もしかしたらこの雨が君の目を覚ますきっかけになるかもしれないね。いい子だ。どうか元気に育ってくれよ。これは一体何がどうなってるんだ。地球の植物じゃない。まさかここは異世界なのか。水欲しい。今の声、君が喋ったのか。君が俺をこの世界へ連れてきたのか。水、どこかに水はないのか。水、嬉しい。よかった。水は低い方へ流れる。川が見つかって本当によかったよ。あなた、名前？俺の名前を聞きてるのか。緑川いつきだよ。いつき、好き。いつき、好き。そうか、じゃあ君の名前は。ごめん、わざとじゃなかったんだ。そうだな。それなら俺が名前をつけてもいいか。俺たち空から落ちてきたみたいなものだよな。空、それに俺には君の声が聞こえる。決めた。今日から君は空音だ。どうかな。名前、空音、好き。これからよろしくな、空音。いつか俺を元のスカイへ
連れて帰ってくれるのを楽しみにしてるよ。いつき、空音、一緒。綺麗だな。この花たち恥ずかしがってるのか。もしかして俺は食物の気持ちを感じられるようになったのか。いつき、特別。いつき、何してる？これは記録帳だよ。俺は植物学士だからね。異世界の植物を記録しておくのは当然だろ。大丈夫だ、空音。怖がらなくていい。俺が守るから。いつき。危なかった。まさかあの木にこんなに強い攻撃性があるなんて。なるほど、あれは地を好む植物なんだ。喜んでいるのがわかる。黒い枝で獲物を貫き体を養分にしているんだな。さすが異世界だ。いつき、私弱い。そんなことないよ。植物にはそれぞれの役割がある。俺にとって空音は十分すごいよ。だってここまでで俺とはなせた。植物は君が初めてなんだから。空音がもっと大きくなったらきっとすごい力を持つようになるよ。いつき、ありがとう。レティシア、すごい！あんな豪華な魔食部の一人で倒すなんて。アーサー、何度言えばわかるの？最近枯れた二稜の周りには魔植物が増えているの。普通の人が勝手に教会まで来ちゃダメ。わかった。でも母さんの病気は教会にある。クソコサーじゃないと治せないんだ。アーサー、あなたは男の子でしょ。男の子がすぐに泣くものじゃないわ。安心して、薬草は私が取ってきてあげる。本当に？レティシア、あそこは危ないんだよ。私を誰だと思ってるの？騎士レティシア・グランベルよ。魔植物くらいどうってことないわ。私の名はレティシア・グランベル。父グラウス・グランベルは枯れた二稜の歴史で最も偉大な領主だ。私の夢は父のようにみんなから慕われる騎士になること。見つけた。これがアーサーのお母さんに必要な薬草ね。急いで戻らないと。元々の任務は魔植物の討伐だった。でもあのヒオイの人食い花が現れてから描かれた二稜の外へ続く道を塞いでしまった。それだけじゃない。人間まで食べようとしている。いつか必ず私が倒す。空ね、この花本当に大かいな。君もいつかこれくらい大かくなるのかな。そこの変な格好をした人、今すぐその行いをやめなさい。変な格好の人って俺のこと？
自分が何をしているのか分かってるの。これは王国が起源してした日和の人食い花よ。そんなものに水をやるなんて死にたいの。お嬢さん、何か誤解していると思うんだけど。ほら、空音もそう言ってる。この人魔食部門に操られてるの。これほど危険な魔食部門を見つけたならすぐに倒さなきゃ。お嬢さん、ちょっと説明させて。まずい、あなたのせいよ。日和の人食い花に気づかれた。これじゃ二人ともに蹴られないわ。空音、やめるんだ。人間を襲っちゃダメだよ。この魔植物、あなたの言うことを聞きた。じゃああなたは操られていないの？だから言っただろう。この子たちは人に危害を加える植物じゃないんだ。やっぱり日和の人い花こんなに多かったなんて。はあ、これが人食い花？どう見てもひまわじじゃないか。来なさい、日和の人食い花。今日こそ私が倒してみせる。何よこれ。空音、よくやった。ここからは俺に任せて。バカ、死ぬ気なの。そんな、どうして人食い花があの人を襲わないの？なるほど、そういうことだったのか。こっちへ来て。もう大丈夫だよ。これ一体何をしてるの？多分かなり根に持ってるんだろうね。君は話も聞かずにいきなり剣で焼こうとしたから。君はひまわしなんだな。それならサナって名前はどうかな。大丈夫だよサナ。俺が何とかしてあげるから。どういうこと？理由は簡単だ。サナはもともとひまわりなんだ。でもここの空はいつも変な雲に覆われていて光を浴びられない。だから栄養が足りなくなっている。それにサナが養分を得るための地下水脈を枯れた二両の人たちが塞いでしまったらしい。だから彼女はずっとこの地下を跳ねられなかったんだ。あなた魔植物の言葉がわかるっていうの？そんなのありえないわ。言葉をそのまま聞き取れるわけじゃない。でも気持ちは感じられる。ほら、周りの植物を見て。葉が少し黄色くなっている。水不足の印だ。それにここの土はさっきの森よりずっと乾いている。地下水が塞がれている証拠だよ。魔植物の気持ちがわかる。ふざけないで。このヴェルディア大陸でどれだけの人が魔植物物の被害に遭ってきたと思ってるの？まるであの子たちだけが被害者みたいに言わないで。それに枯れた二両は父の領長。もし父が魔植物の災害を引き起こしたならどうしてみんなに隠すの？分かった。君にとってすぐには受け入れられないことだよな。じゃあ1日だけ時間をくれ。必ず真相を調べてサナもソラネも人間に危害を加える子じゃないって証明する。いいわ。それで決着をつけましょう。私はレティシア・グランベル。あなたは？俺、いつき緑川。いや、いつき緑川だ。
変な名前。そうかな。こっちの名前方に合わせた方がいいな。できるだけ目立たないようにしないと。助けて、このツロ私を食べようとしてる。助かった。本当によかった。あなたは誰？どうして教会の外にいるの？ここは危ないわ。私は枯れた二両の薬師見習いです。ミリって言います。薬草を取りに来たら魔植物に捕まってしまって。大丈夫、怪我はない。助けてくれてありがとうございます。私昔からドジで。そうだ、皆さん聞きましたか？王都から枯れた二両の周りにある魔植物を全部焼き払せって命令が来たそうです。焼き払う？いつの花火？命令はもう領主の屋敷に届いています。多分ここ数日のうちに。それならその前にサナが無害だと証明しなきゃ。あのおばあちゃんは植物が理由もなく人を傷つけることはないっていつも言っていました。私にはまだよくわかりません。何も確かめずに焼き払うのは間違っていると思います。その通りだ。魔植物だって話し合って導くことはできると思う。サナが暴れた本当の原因を見つければ全部止められるはずだ。水道が塞がれている馬車を見つけて流れを戻せばサナはきっと元の状態に戻れる。これはおばあちゃんが残した地図です。枯れた二両の地下水脈の流れが記されています。水道はここで途切れている。詰まっているのは多分ここだ。その方向は鉱山の排石置き場よ。そこへ連れて行ってくれる？ついちょみ、ついてきて。間違いありません。おばあちゃんの地図でも水道はここを通っています。ここだ。地下にはまだ湿り気がある。水道が完全に切れたんじゃない。石と泥が流れをせき止めているだけだ。そらね、一緒に頑張ろう。サナも君も本当は優しい子だってみんなに信じてもらうんだ。おばあちゃんはいつも植物にも声があるって言っていました。ただ今は誰も立ち止まってその声を聞こうとしません。私はおばあちゃんを信じています。だからあなたのことも信じます。ありがとうミリ。じゃあ俺も君の気持ちを裏切れないな。この人一体何をしてるの？サナ、今はどう？少し心は落ち着いた？これは巨大魔料理ひまわりのためです。サナがあなたを本当に認めたんですよ。溝をいくつか掘って鏡を並べただけでおとなしくさせるなんて。ただの溝じゃなくて水を引く溝。鏡も光を集める装置なんだけどまあいいか。それで一つお願いがあるんだけど。大変だ。畑を荒らす二つ頭の鳥魔物が来たぞ。くそ、好きにはするか。みんな一緒に追い払うぞ。ヒロイの人食い花だ。俺たちここで殺されるのか。行けサナ、あの悪い奴らを全部追い払って。どういうことだ。人食い花が俺たちを救ってる。みんな勘違いしていたの。サナは人食い番じゃない。
ただとても大きなひまわりなのよ。そうだよ。サナは枯れた2両の土が大好きだって言ってる。ここをよそ者から守りたいそうだ。みんな見てくれたよね。サナは人間と仲良したいと思ってるんだ。でも領主様はこの花は人間を獲物にして食べるって言ってたよ。それは誤解だ。前のサナはひどい水不足で、しかも魔力の雲に光までさえ出られていた。だから苦しくて魔力を持つ人を獲物だと間違えて暴れてしまったんだ。でももう原因は取り除いた。サナはもう人を襲わない。そうだよねサナ。みんな見て、この子本当に優しいよ。サナっていうのか。鳥魔物を追い払ってくれてありがとう。おかげでみんなが飢えずに済んだよ。そらね、この世界は本当に不思議だな。初めはすぐに元の世界へ帰りたかった。でも今はもっとたくさんの魔諸種物に出会いたい。全ての魔食部物が化け物なわけじゃない。君やサナみたいに人間と仲良くしたい子がきっと他にもいる。そらね、俺と一緒に来てくれるか。いつきが嬉しいならそれでいい。領主様、大変です。今魔法の花をこの領地に残ってほしいという村人がたくさんいるんです。でもあれは魔植物ですよ。またいつか暴れ出したらどうするんですか。あの変な服を着た男は魔法の花の気持ちがわかるなんて言っていますけど、あいつだって十分変な人です。あの人は領主様が開発を進めた鉱山のせいで地下水がせき止められたとも言っているそうです。領主様、それは本当なんですか。そのような事実はない。話は分かった。この件は私が対応する。お前たちはもう戻りなさい。鉱山の開発を止めるわけにはいかない。このことが広まれば枯れた2両の経済は終わる。それに私の領地の鉱山が魔植物の異変を引き起こした時族たちに知られれば、グランベル家の地位まで失われる。レティシア、こちらへ来なさい。お父様。離りがあるイツキという異邦人と随分接触しているそうだな。これからは彼の一挙手一投足をよく見ておけ。何か怪しい行動をしたら直ちに私へ報告するんだ。わかりました。さすが私の娘だ。覚えておきなさい。魔食部物は理解できない異常な存在だ。かわいそうなお前の母を忘れるな。今もまだ目を覚ましていないのだから。お父様の言う通り、魔植物は魔食部物。私は警戒を解いてはいけない。イツキトイというあの男と彼のそばにいる魔食部物はやっぱり怪しすぎる。でもあの男の言うことも間違ってはいない。サナは誰も襲わず、それどころかみんなを助けようとしていた。一体どちらが正しいの？空ね、ここ数日ずっとそうしてるね。何か思い出したことがあるの？上、帰りたい。上。ミリ、一つ聞きたいことがあるんだ。
何？最近空音がいつも空へ向けている。何かを感じ取っているみたいなんだ。この世界には空から来た植物っているのかな。それならおばあちゃんが残したものの中に手がかりがあるかもしれない。ここはおばあちゃんが生きていた頃の家です。亡くなってからここのものにはほとんど触っていません。おばあちゃんは一生かけて調べた植物の記録を全部ここに隠していたんです。俺にとってこれは本当に大切な記録だ。君のおばあさんは素晴らしい研究者だったんだね。おばあちゃんはいつも植物に盛り替えが必要だって言っていました。でもずっと誰にも信じてもらえなかったんです。いつき、これ。この鉢、私も見たことがありません。おばあちゃん、私にも内緒にしてたんだ。いつか秘密を知る者へ。これは。これ、私見たことがあるような。これはおばあちゃんのキロリに出てきたものです。昔大地と空の上の世界をつないでいた伝説の食物。空の上の世界。でも天空神殿について書かれた資料は全て禁書にされているはずです。神殿が封印する前におばあちゃんがこの記録を残せたのは本当に奇跡でした。今の人たちは天空神殿のことをほとんど何も知りません。ミリ、この世界のことをもう少し詳しく教えてくれる？私たちがいる大陸はウェルディア大陸と言います。剣と魔法、ダンジョン、そして魔法食物が共に存在する世界です。大陸の魔力は人間や魔物だけでなく植物の中にもあります。普通の諸畜物が空気や土、水に含まれる少しの魔力を吸い込むと薬草や魔法作物、錬金呪術の素材になります。でも長い間魔力を吸い込みすぎたり育つ環境がひどく壊されたりすると植物は魔草や魔植物変変することがあります。体内の魔力が溢れ暴走してしまうんです。私たちの体に利用があるグランリーフ王国ではずっと魔植物を災害として扱ってってきました。だから王国は魔植物を見つけたら焼き払えと命じているのか。仕方がないことでもあるんです。普通の人にとって魔植物は想像を超えた恐ろしい存在ですから。ミリ、俺はしばらく枯れたに寮に残ることにした。この世界の植物についてもっと知りたい。それに空音と天空神殿の間にどんな関係があるのかも確かめたい。もしかしたら空音のふるさとは
本当に空の上にあるのかもしれない。いつき行かない。嬉しい。いつきが残ってくれるなら私も全力で手伝います。それで私を呼び出して何の用？近くの冒険者ギルドから依頼が来たんだ。ダンジョンの入り口が巨大なガジュウマルの根で完全に塞がれたらしい。中には閉じ込められた冒険者もいる。おばあちゃんのノートにそのガジュマルのキロレがあります。根がダンジョンの入り口全体を覆うほど広がるそうです。ギルドの話では無理に切ったり火の魔法で焼いたりすると根はもっと密に増えるらしい。どうして入り口を塞いだのか調べに行きたいんだ。まさかそのガジュマルにも事情があるなんて言うつもりじゃないでしょうね。その通り。ガジュマルが暴れたのには必ず理由がある。俺は助けてあげたい。本当に変な人。この木本当に大きい。砂が子供に見えるくらいです。いつき、何を感じたの？この木ものすごく怒っている。切り口はとても滑らかだ。鋭い道具で切られている。それに新しい傷と古い傷が混じってる。何度も傷つけられてきたんだ。わかりました。ダンジョンは冒険士が何度も来る場所です。最近探索する人が増え、ガジュマルを邪魔な障害物だと思って気根を切り落としていたんですね。気根を傷つけられたガジュマルはダンジョンの魔力を急激に吸い込むようになった。それで入り口を塞いだんだ。いつき、私が伝える。もう痛くないって。わかった。冒険者たちには俺からきちんと話す。これからはダラにも傷つけさせないよ。その小さなハサミで何をするの？まさかこの根を切るつもり？そんなの無理に決まってるわ。切り落とすんじゃない、剪定するんだ。根の中にはもう死んでいる部分がある。そこを放っておけば傷茎から腐ってガジュマルはもっと苦しくなる。これは切り口の保護ですね。草木の灰で感染を防ぐんですか？うん。植物も傷ついた時は人間と同じだ。傷をきれいにしてバイキンが入りないようにする。そうすれば健康な新しい根が育てる。いつき、前ほど怒ってないみたい。ガジュマルの気持ちが少しずつ落ち着いてきている。大丈夫。あと少しだけ待ってて。もう大丈夫だよ。冒険者たちにはこれから気根を勝手に切らないようきちんと説明する。だから道を開けてもらえるかな。いつき、本当に言葉が通じた。これはガジュマルの実。おばあちゃんのノートにありました。ガジュマルが感謝を伝える時にくれるものです。ありがとう。
ありがとうって。これで冒険者ギルドに連絡して救助隊を呼げるわよね。行こう。私はギルドからこの件の対応を任された水の魔法使いです。見ての通り、どれだけ水の魔法をかけてもこの唐辛子たちはますます激しく燃え上がる。もう私にはどうすることもできません。水の魔法でも効かないの？この唐辛子の中の火の精霊力が強すぎるんです。水をかけてもすぐに蒸気になり、かえってもっと激しく火を吹かせてしまいます。いつき、土の中すごく熱い。分かった。問題は唐辛子そのものじゃない。土に火の魔力が溜まりすぎているんだ。火の魔力？最近の火山活動でたくさんの火の魔力が地表へ上がり、土に染み込んだんだ。唐辛子は吸い込みすぎた火の魔力を火を含むことで外に出している。直接水をかけてもダメだ。高温の土では水が一瞬で蒸気になり、唐辛子をやけどさせてさらに暴走させてしまう。それならもう一度水の柱を出してみますか。今はダメだ。まだ体温が高く、火の魔力も活発だ。夕方になり日が沈んで土の表面温度が下がるのをまとう。その頃には火の魔力の上昇も弱まる。そこで地域全体に優しい雨を降らせて水をゆっくり土へ染み込ませるんだ。直接水の魔力をぶつけちゃいけない。それで本当にうまくいくんですか？その時になったら試してみよう。では始めます。まさか本当にうまくいくなんて。体温が下がってる。これからも土を適宜に冷やしてあげればもう暴走しないよ。もう暑くない。よかった。これなら近くの村も引っ越さなくて済みます。唐辛子の暴走は火山活動のせいだった。この子たちも被害者なんだ。あれがおばあちゃんのノートにあった眠りの魔法花です。花粉を吸い込むと人や同物が何日も眠り続けるそうです。この魔植物はすぐに対応しないと、花粉がこれ以上広がれば湿地の周りにある村まで被害が出る。この水、変な匂いがする。本当だ。臭い匂いがします。おばあちゃんは湿地の植物は水の汚れにとても敏感だと言っていました。ミリー、その図鑑にこの葉のことは書いてある。眠りの魔法花。おしべの花粉には強い催眠効果があり、自然な状態では夜に少しだけ放出する。十分には胃効果が必要。胃炎効果？確か水の汚染が原因で5年前にこの辺からいなくなったはずです。なるほど。眠りの魔法花の花粉にはもともと眠らせる力がある。夜光河はその花粉が気になかった。でも夜光河がいなくなり、花葉受粉するために花粉の量をどんどん増やすしかなかったんだ。じゃあどうするの？
夜行川もういない。このままじゃ。ミリ、あの植物はなんていうの？あれは浄水水槽です。汚れた水をきれいにできるんです。浄水槽で水をきれいにすれば夜行画が住めるくらいまで水質を戻せる。そうすれば同じように受粉を手伝く虫がこの湿地へも持ってくるかもしれない。いつきは浄水槽で湿地を直として新しい受粉昆虫が来るのを待つつもり。植物同士はつながっている。水がきれいになれば必要な生き物は自然に戻ってくる。それに浄水槽はマホアバナの花粉にも強い。環境が元に戻れば花もこんなにたくさんの花粉を出す必要がなくなる。これでいい。あとは数日まではきっと平気だ。もうすぐ一月になります。村の井戸はぜいぶ枯れ、旗手も半分ほど枯れてしまいました。このままではここを離れるしかありません。おかしいな。この辺りはもともと地下水が豊かなはずなのに。あのサボテン、何か様子がおかしいわ。なるほど、そういうことか。何が分かったの？このサボテンは自分から水を吸い上げたかったわけじゃない。おそらく少し前の地震で地下水の水位が上がり水が根の地下まで押し上げられたんだ。今は体の中に水を溜め込みすぎている。いつき、この子すごく苦しそう。やった！水が出てきました！こいつが俺たちの水を吸い上げたんだ。こんな化け物残しておく理由はない。今日こそ引き抜いてやる。やめてください。この子だって被害者なんです。水は戻ったんだから、もう問題は解決したでしょう。どけ！ただの魔食部者！どうしてそこまで構うんだ！どうしても切るというならまず俺を切ってください。もうやめましょう。この子は自分から人間を襲おうとはしません。でも身を守ることはあるんです。魔食部物が彼を守った。そんなことが、まさかこれが彼の力なの？もしかしたら植物の方が人間よりずっとつながりを大切にするのかもしれないな。またあの夢。レティシア、どうしたの？変な夢を見た。もしかしたら
あなたなら意味がわかるかもしれない。私が切り倒した魔植物たちが夢に出てきたの。燃えた残骸が私を見つめていた。どうして殺したのかって聞いているみたいに。君の中に残った声が前よりはっきり聞こえる。残った声？焼かれたり切り倒された魔植物の意識は一部が攻撃した人のマリオ区に残り、時間と共に消えていく。君がその声を消えるのは、あの子たちに近づくたび心のどこかでためらっていたからだ。何を感じたの？君が倒した魔植物の中には本当に何も悪くない子もいた。環境に追い詰められて暴れただけで誰かに理解される前に。そんなはずない！魔植物を前にしてほんの一瞬でもためらったら誰かが死ぬのよ！君自身も本当は分かっているんだと思う。だから夢に出てきたんだ。私の母は私が子供の頃魔植物に襲われた。それからずっと目を覚ましていない。私は小さい頃から魔植物は怖いものだと教えられてきた。見つけたら被害が広がる前に焼き払うか切り倒さなければならない。ずっとそれが正しいと思っていた。誰かを守るために君が剣を振るったこと、それ自体は間違いじゃない。でも剣を抜く前にほんの少しだけ観測してみてもいいのかもしれない。本当に今剣を抜くしかないのかって自分に聞いてみるんだ。よく見てからどうするか決めればいい。前の私はためえば誰かを殺すと思っていた。でも今はせめて倒さなければならない魔植物と助けられる魔植物を見分けられるようになりたい。それで十分だよ。王国の法律では魔植物は全て化け物。見つけ次第倒さなければならない。本当にそれが正しいの？レティシア、これを見てください。これは昨日の夜おばあちゃんのノートの愛茶で見つけたんです。天空神殿が作られる前、大地と空の世界はつながっていた。そのつながりを作っていたのがこの世界橋ゴズルだって書いてあります。これは空音なの？いつき、私もっといろいろできるようになった。これからは私がいつきを守れる。大きくなったね、空音。空音の姿、巻物に書かれた世界橋ゴズルと全く同じです。そうだ、おばあちゃんの注釈には世界橋ゴズルは伝説ではない、それが再び現れた時天と地をつなぐ扉がもう一度開くかもしれないって書いてあります。天と地をつなぐ扉。空音、君はそこから来たの？私帰りたい。天崩神殿か。いつか必ずそこへ行くことになるんだろうな。あの人誰だ？ずいぶん立派な服を着てるな。王都から来た魔法使いらしいぞ。確かルードとか言ったかな。すごい、本当に生えてきたぞ。これが王立魔法植物研究員の促成栽培祭魔法です。私がいる限り枯れたに寮で植える者はもう一人もいません。君、そんな雑草に水をやっているのか？うん、このままだと枯れそうだからね。少し水をやればまだ助かる。雑草なんて
生き返ったところで何の役にも立たないだろう。それにそんな風に水をやっていたら遅すぎる。君はさっき広場で魔法を使っていた人だよね。あの属性魔法すごかったよ。当然だ。それより君は大きな魔植物物を手なずけたそうだな。手なずけたっていうのはちょっと違うかな。俺はただサナの気持ちを理解しようとしただけだよ。君のそんなのんびりしたやり方じゃ枯谷寮の人たちはとっくに飢え死にしている。そうかもしれない。でも早く育つことと健康に育つことは別だから。私はルード・アビル、王立魔法植物研究院の首席研究員だ。この名前をよく覚えておけ。本物の植物魔法の天才がどんなものか見せてやる。急が回れ。いつかあの人にも意味がわかるといいんだけど。いつき、あの人なんだかすぐ焦ってる。そうだね。でもこの世界には急いでもどうにもならないことがあるんだ。領主様、すでに村の広場でご覧に入れました。私に1枚の土地を与えてくだされば、一月で枯谷寮の収穫量を3倍にしてみせます。君の属性魔法は確かに驚くべきものだ。だがその代償は何だ。必要なのはわずかな魔法素材だけです。それは王立研究員が用意します。領主様には土地と人手を出していただくだけで結構です。よし、では枯谷寮の東にある荒れ地を君に任せよう。ありがとうございます、領主様。賢明なご決断です。お父様、あの荒れ地は村のみんなが使う牧場です。畑にしてしまったら。牧場より食料の方が重要だ。これはもう決めた。いつき、さっき聞いたんだけど、領主様が東の牧場をルードという魔法扱いに渡して属性魔法で作物を育たせるそうです。聞いてる。何か心配なの？さっき広場で彼の属性魔法を見た。あの麦の根は土の表面から指一本分くらいしか伸びていなかった。それが何か問題なの？根が浅いほど表面の養分に頼る魔法で何の無理に腐せれば深いところの知力は使われないまま表面の養分だけがすぐに空になる。短い期間なら収穫できる。でも長く続ければ土は生きる力を失う。つまり死んでしまう。そんな、どうしたらいいの？でもグラウス領主に会ってもう一度説明してくる。領主様はもうあの魔法使いに許しを出してしまったんでしょ？少なくとも属性魔法には大小があると領主に知ってもらわないと。いつき、きっとうまくいく。そうだといいけど。これが我々の初めての対面だったな。それで何の用だ？領主様、東の荒れ地についてもう一度慎重にご検討ください。属性魔法なら確かに早く収穫できます。でも土の表面の養分を急速に消費してしまう。そうと浮くないうちにあの土地は全く作物を育てられなくなります。つまり君は村人に目の前の食料を飽きらせさせ、君のやり方でのんびり待てというのか。属性魔法を使うとしても一部の土地は和順や休耕のために残してほしい。それだけです。もうすぐ冬が来る。君のやり方がうまくいかなかったら村人は何を食べるんだ？それは保証できません。ならば
もう農場のことには口を出すな。私には私の考えがある。いつき、大丈夫。始まったぞ、始まった。すごい夢じゃないよな。これはまだ最初の収穫だ。これからこの畑は何度でも豊かに実る。全然嬉しそうじゃないわね。喜べないよ。みんなが見ているのは今年の就活だ。でも俺が見ているのは10年後のこの土地なんだ。いつき、大丈夫。私たちがそばにいる。根の先が黒くなって曲がっている。おかしい。養分を吸い切った後に出る症状だ。いつき、土の中空っぽ、力がない。まだ最初の一かかいだけなのに、このまま放っておいたら本当にこの土地は終わってしまう。また君か。農場のことに関わるなと言ったはずだが。領主様、どうかこれを見てください。昨日の夜、側西の宇城から掘り出した麦の苗です。これは表面の土にあった養分は最初の作物に吸い切られています。このまま側西魔法で2回目の栽培をすれば根葉完全に死に、畑全体が何も実らなくなります。お願いです。せめて土を休ませる時間を与えてください。いつき、今年はサナの件で枯谷領の種まきがあこれたことを知っているな。はい、知っています。では今耕作を止めたら冬までに必要な食料を他にどうやって揃える。今農場を止めるわけにはいかない。少なくともこの季節を乗り切るまでは頼るしかない。どうしてこんなに遅いんだ。前は瞬く間に育ったのに。そうだよ、魔法に何か問題があるんじゃないか。今すぐ止めて。これ以上魔法を続けたらこの土地の根は全部死んでしまう。領主の命令だ。農場の術を邪魔する者は通さない。あの輪が見えないのか。色がおかしい。茎だってあまりに細すぎる。皆さん心配はいりません。これはただの魔力の揺らぎです。次の作物は必ずもっとよく育ちます。何をしてるの。みんなの前でルードを止めてもお父様はあなたの味方をしないわ。あの輪が見えないのか。まだ2回目の側西なのに。もう土が耐えられなくなってる。あと1回でも無理をさせたらこの土地は完全に死ぬ。土の中、栄養がない。あなたが正しいと私も思う。
でも今みんなの前で止めればあなたが邪魔をしているようにしか見えない。最初の収穫は村人が自分の目で見た。今は誰もあなたの味方にはならないわ。じゃあ俺はこの土地が死んでいくのをただ見ているしかないのか。私からお父さんにはなしてみる。でも今はごめんなさい。サナ、東のあの土地がもう持たない。俺はどうしたらいいんだ。ルードの促成魔法は確かに作物を早く育てられる。でもその分土は少しずつ壊れている。領主はこの冬を越えることしか見ていない。でもこの季節を越えた後どうするんだ。これはサナ。君が俺に見せてくれたの。いつきサナが言う地下に何かある。窒素固定の根粒。この辺りの地下深くにまだ窒素固定植物が生きていたんだ。サナ、地下に土地を救う方法があるって教えてくれたんだね。いつきサナが言ってる。土は自分で生き方を覚えてる。いつき、今日も促成の空城編といたって聞いたけど。いいものを見つけたよ。東の荒れ地は表面の養分を失っている。でも地下深くにはまだ窒素固定植物が生きていた。空気の中の窒素を吸い込み根粒に溜めて土が使える養分へ変えてくれる。これがノートにあった窒素固定。でもこれがどう役に立るの？この窒素固定植物を促成の雨上の淵へ植え替える。根が自然に農場へ広がれば育ちながら土を直し少しずつ地力をも戻してくれる。これが植物自身の速度なんだ。サナの言う通りだ。地下の土はまだ生き数だたを覚えている。俺がするべきなのはその気負いを思い出す手伝いだけだ。これはどういうことだ。前はちゃんと育っていたじゃないか。もしかしてこれからずっと食べ物がなくなるの？ルード殿、これはどういうことだ。促成魔法に問題はないと言ったはずだな。リョウサー様は魔法の問題ではありません。枯れたに寮の土がもともと痩せすぎていたのです。私の魔法はできることを全てやりました。領主様、前にも申し上げました。側線魔法を続けて使えば表面の養分を全て吸い切ってしまいます。君に何がわかる。私は王立研究員の首席研究員だ。君は魔法の力を何も分かっていない。比べるために作った試験畑のキロロがあります。自分の目で確かめていただけますか。これは同じ種類の土に植えた同じ田地です。左は促成魔法で3回熟成させた麦、右は伝統的な方法で同じ時期に育てた麦です。左の根は
土を掴む力がほとんど残っていない。属性魔法を続けた結果です。右も同じ期間育っています。でも根は深く伸び、茎もしっかりしている。違いは、左の土は交付しされ、右の土は時々休む時間を与えられたことです。君は直し方を知っているのか？方法そのものは間違っていません。ただ土にも息をする時期が必要です。私の魔法が間違っているはずがない。これは王立研究員の技術だぞ。君の研究が間違いだとは言っていない。でもどれほど強い魔法でも土の速度に合わせなければならないんだ。ただいまより属性のウージョの拡大を中止する。伝統的な農法へ戻せ。いつき、いい結果だね。方法自体は間違っていないと言ったな。それならどうすればいい？属性のウージョの土はしばらく耕作をやめて休ませる必要があります。その間緑肥作物を育え、根や茎を土へすき込めば養分を再び貯められます。それと比べるための試験畑をもっと広げるべきです。緑肥作物ってなんだ？そんなもの私は聞いたことがない。窒素固定植物です。例えばこれ、根が深いところで空気の窒素を土に固定し、土の構造も良くしてくれる農場の縁に植え、根を自然に広げれば磁力は少しずつ戻ります。規模を広げるなら人手はどれくらい必要だ？土地は？急ぐ必要はありません。まず小さな場所で試して結果を見てから広げましょう。一月ください。あの土地を冬前の状態まで戻してみせます。よし、東の荒れ地の半分を君に任せる。一月以内に結果を見せろ。君が植えたものは本当に役に立るのか？役に立る。でもまだ時間が必要だ。王立研究員ではこんな方法を聞いたことがない。研究員は植物を早く育てる方法は教えても、土とどう付き合うかは教えなかったのかもしれないね。君のやり方は本当にうまくいくのか？もうすぐ自分の目で結果を見られるよ。焦らないで。ゆっくり。見てもいいか？あなた、悲しいの？空音が聞いてる。君は悲しいのかって。君は初めからこうなると分かっていたのか？君の魔法がどれくらいで磁力を使い切るかまでは分からなかった。でも土の命を奪うようなことをすればいつか必ずそのツケが来る。
私は剣系院で7年学んだ。魔法さえ強ければ農業の問題は全て解決できると言っていた。土そのものにも命があるなんて考えたこともなかった。私がしてきたことは君から見れば許されないことなのか。今間違いに気づいたならまだやり直せる。この子たちが土の力を戻してくれる。でもこれからは君もこの子たちの速度に耳を澄ませないとね。二人でこの土地をもう一度生き返らせよう。本当にこのやり方で魔法が効くのか。無理やり土へ押し込まないで根が伸びる速度に合わせてほんの少し背中を押すんだ。必要な分だけ植物自身に吸わせればいい。できた。本当に過剰な反応が出ていない。前は君が焦りすぎていたんだ。初めから全力を注げば貯蓄物も土も慣れる時間がない。ゆっくりにすればかえってあの子たちも君に応えてくれる。ゆっくりにした方がうまくできることもあるんだな。土がとても強い。簡単には諦めない。ただ戻るための時間が必要なんだ。この共生庭園すごいです。植物がそれぞれの役割を盛り、もう一つの循環ができ始めています。本当に綺麗。私また大きくなったみたい。空音にもわかるよね。この土地は本当に生き返った。いろいろな魔食ブノがここなら元気に暮らせる。いつか人間と魔食部モノがお互いを理解できる日が早く来るといいな。いつきの願いきっと叶うよ。ワレリウス院長、ご覧ください。これがいつきの作った共生庭園です。魔食部物と普通の食物が共に育ち、一つの循環ができ始めています。君がルードから聞いていたいつきくんだね。確かに興味深い。わずかな期間で荒れ地をここまで蘇らせるとは。植物への理解は常人をはるかに超えているようだ。あなたは？こちらは五律魔法植物研究用のバレリウス院長だ。君たちの成果を支えするためわざわざ王都から来られた。この苗は随分珍しいね。こんな銀色の雲模様が入った母見たことがない。俺にもよくわかりません。空音と出会ってからずっと俺のそばにいてくれています。
そうか、それは地外に面白い。少し私とはなじてもらえるかな。樹君、今日君に一人で来てもらったのは大切な話があるからだ。お聞きします。君は魔植物を理解しなだめ、時には導くから思るとすでに証明した。私の見るところ、その宝は王国にとって極めて価値が高い。研究員が支援すればその力をもっと広く活かせる。他の領地の魔植物災害を解決し、国家の魔植物管理計画に参加することもできる。どうだね。ご用意はありがたく思います。確かに他の地域の魔諸売害も助けたい。でも俺が求めているのはこの世界と植物をもっと知ることです。自分の力を国家計画のために使うつもりはありません。分かった。この話はひとまず置いておこう。ただ枯谷領では魔植物の数が増え続けていると説いた。安全のためケンキャー員から管理を手伝す者を派遣する。それには反対しないだろう。領主様のご決定なら私に意見はありません。では決まりだ。できるだけ早く人をよこそう。あの人たちはバレリウスがよこしたの。魔書ブブムの安定を保つ手伝いだそうよ。あの杭、ただの監視装置には見えない。樹、あれ、すごく変。何かをばらまいてるみたい。やっぱりおかしい。ソラネがあの杭は誓い魔力を流しているって言ってる。一体何をしようとしてるの？サナ、どうした？もしかして怖がってるの？樹、あの杭がマリオキでサナの根に触ってるみたい。ただ魔力で計測しているだけには見えない。あいつらは一体何をしようとしてるんだ。樹、サナが言ってる。嫌な予感がするって。わかった。これ以上好きにはさせない。お父様、研究員の人たちが庭園の周りに埋めたルーンの杭から誓い魔力を流しています。魔植物のデータを取るだけじゃなく別の実験をしているみたいです。ワレリウス院長からは魔植物の利用価値を評価するためだと聞いている。魔植物を傷つけないとも約束してくれた。我々が彼らの実験へ過度に口を出すべきではない。お父様、本当にただの評価だと信じているんですか？レティシア、バレリウス院長は王国研究員の権威だ。我々が協力せず彼が去ってしまえば枯谷領はもう王都の支援を受れられなくなる。領主様、領地の将来を思っていることは分かります。でもサナも他の魔植物も生きている命です。実験があの子たちの限界を超えたらまた暴走するかもしれません。はっきりした被害が出ない限り私は実験へ干渉しない。樹、サナが泣いてる。怖がらなくていい、サナ。俺がずっと守るから。
この問題を解決する。いつき、サナがありがとうって。やめろ！何をしてるんだ！バレリウス院長の指示によりこの魔植物のマリオキカイルを読み取っています。これは歴史的に意義のある実験です。邪魔をしないでください。君たちはサナを傷つけているあの子の弱さが見えないのか？いつき、法人がサナの魔力を吸ってる。すごく苦しんでる。今すぐ術を止めろ！いつきくん、これは一体どういうつもりかな。研究員の調査を邪魔するつもりか？これは研究じゃない。サナを傷つけているだけだ。根が震えるほど怖がっているのが見えないのか？怖がっているただの魔食ブノだろう。価値のある魔食ブモは我々が研究し人間のために使うべきだ。それに君は魔食ブモを理解できると言っていた。ならばこそ王国のために働くよう導くべきではないか。そうでなければわざわざ理解する意味がない。俺が魔植物を理解したいのは利用するためじゃない。いつか人間とあの子たちが一緒に暮らせるようにするためだ。あまりに甘い考えだ。だが王国は君一人のために研究を止めたりしない。お前たち術を続けろ！サナ。大変だ！魔法花が暴走した！みんな逃げろ！やっぱり魔食者なんてのこすべきじゃなかったんだ！皆さんご覧になりましたね。これが魔食部物の本性です。手なずけようとしても無駄なの。この魔植物は今も消え木だ。すぐに封印しなければならない。やっぱり焼き払うべきだ。あの異邦人を信じるんじゃなかった。サナ、落ち着いて！愚かだな。魔食ブムなどを信じるからだ。君はその甘さの代償を払うことになる。間違っているのはあなたです。魔力でサナを操ろうとしながら実験道具にされたサナがどれほど怖かったか何も考えていない。いつか必ず君はその甘さを後悔する。いつき、大丈夫？大丈夫。ちょっと疲れただけだよ。サナも無事で本当によかった。いつき、起きた。いつき、話したいことがあるの。何があった？それは。昨日の夜、領地の倉庫のフル式ロイを全部調べたの。これは5年前の鉱山開発の記録よ。この記録には当時の開発者は積水壁で水道を塞げば下流の水位が下がるとすでに分かっていたと書いてある。でも
鉱山の採掘を続けるためにそれを隠したんだ。お父さんの証明名よ。間違いなくあの人の字だわ。今は誰の責任かを責める時じゃない。大事なのはこれからどうするかだ。お父様、どうして鉱山と水道のことを隠していたんですか5年前、坑内壁の浸水がひどかった。積数壁を作らなければ鉱山全体が沈んでいた。あの頃枯れた2両には他の収入源がなかった。村人の仕事を奪うわけにはいかなかったんだ。あの魔植物さえいなければ何も起きなかった。それならあの時お母様を襲った魔植物は鉱山の異変が原因だったの。悪いのは全て魔植物だ。私は何も間違っていない。ワレリウスが来た時、庭園へ人を入れることを許したのは、私も魔植物を利用できるのか確かめたかったからだ。もしできれば鉱山の採掘量を減らせるかもしれないと思った。お父様。だが私が間違っていた。魔植物と人間が共に暮らすことなどできるはずがない。領主様、今やり方を変える気があるならまだ間に合います。まだ間に合う。どういうことだ。鉱山を全部閉じる必要はありません。調律魔植物そのものに高い価値があります。例えばサナの花は太陽の魔力をため夜の照明にできます。エネルギー消波の一部を置き換えられます。火山地帯の火を吹く唐辛子は果実に高い熱を蓄え、燃料の代わりになる砂漠の水をためるサボテンは枯れたに量へ安定した灌漑用水を届けられます。その魔植物だけで本当に鉱山の収入を補えるのか。アブ、まず強制庭園の周りで試験的に運用しましょう。実際の結果をお見せします。お父様、サナが鳥魔物を追い払い光をくれたのを私たちは見ました。サボテンも村へ水を届けている。これは夢物語じゃない。すでに起きている事実です。分かった。では強制庭園の周りで魔植物産業を試験的に始めろ。本当に結果が出るなら鉱山の採掘計画も見直そう。委員長、グラウス領主は強制庭園の周りで魔植物産業を試すことを認めました。もし彼らが成功すれば成功するはずがない。魔植物産業だとバカバカしい。どこの馬のほぎともわからない異邦人のにわかし込みの遊びに過ぎる。王国には研究員の実験こそ正しいと信じさせなければならない。この手紙を最速で王都へ届けろ。枯れた2両で国家の資源を使って詩人実験を行い、危険な魔植物を勝手に手なずけ、王国法を抜けて独立武装を作ろうとしている者がいるとな。ですが委員長、これは。なんだ、私の判断に疑問があるのか。魔植物を手なずけ、共に暮らす甘い、そんなやり方が災害しか生まないと王都に思い知らせてやる。昼間、研究員の者が庭園の北壁へルーン石を運んでいるのを見た。あの模様は魔植物を縛る工作法人のものだと思う。間違いない。見間違えるはずがない。ワレリウスは本当に魔植物へテテを出すつもりかもしれない。いつき、あっち人がたくさん来た。院長の命令だ。あの銀門釣りを我はちが回収する。お前たちは身の程をわきまえて邪魔をするな。これは強盗と同じだ。気にはさせない。そうかね。
は私が樹を守る。あれが空音なの。空音が樹を守ってる。撤退しろ。空音、大丈夫？どこか痛くない？樹、私は大丈夫。できたよ。うん、大きな怪我がない。本当にやり遂げたね。空音はあの魔法を吸い込んだの？吸い込んだだけじゃない。あの魔力を全て自分の力へ変えたんだ。樹、君の鶴は我々が考えていたよりはるかに強いかもしれない。おばあちゃんのノートにもこんな力は書かれていません。やっぱり空音は本当に特別です。だって樹を守りたいから。このままでは終わらしない。明日の朝、私がお父様に話す。バレリウス院長、説明してもらおう。なぜ君の部下は昨べ強制庭園を襲い魔植物を無理やり連れ去ろうとした。しかも樹にまで攻撃した。これは私の許容できる範囲を超えている。領主様、大げさでございます。私の者たちは通常の調査をしていただけです。夜で暗かったため何か誤解が生まれたのでしょう。私からお詫びいたします。誤解？あなたの部下は攻撃魔法で樹と空音を囲んだのよ。それも誤解で片付けるつもり？私は誤解だったと信じています。誤解ならそのように処理しましょう。部下にはもう庭園へはいらないようよく言い聞かせます。少なくともはっきりした強化がない限りは。これより県警員の者が枯谷領で行う全ての活動は事前に書面で報告しろ。許可のない行動は領主権への侵害とみなす。分かったか？承知しました。領主様のご要望であれば従いましょう。樹、これを見てくれ。銀門鶴は高のモードの魔力を吸収し変換する力を持つ。国家級研究対象にして軍用化を優先することを提案する。制御に成功すれば工場魔導機の核、生体城壁および大規模魔力障壁へ応用できる。これはワレリウスが王国へ送ろうしていた密書だ。君たちが領主の屋敷へ行っている間に彼の仮の駐在所で机の下から見つけた。あいつは超立魔植物を全て生きた武器に変えるつもりらしい。あいつらが欲しいのは軍事兵器だけよ。しかも実行するのは今日。その通りだ。すでにバレたのならもう芝居を続ける必要はない。私があのルンシだけしか用意していないと思ったか。この帝野の塚には私が来た最初の日から制御法陣を張り巡らせてある。この魔植部は一匹たりともに全て王国のために働かせる。樹、大丈夫。みんな樹の願いに応えよう。そんなありえない。どうしてこいつらが。魔植部物にも心がある。もともとあなたの道具なんかじゃない。ワレリウス・クロム、
今ここに宣言する。枯谷亮と王立魔法植物研究領域関係はこれをもって全て終了だ。君と部下は今日の日暮れまでに枯谷亮から出て行け。以後私の書面による許可なく研究員の者がこの領地へ一歩でも入れば許さない。いつき、私たち勝った。みんなで掴んだ勝利だよ。いつき、この子喉が渇いてるみたい。しばらく雨が降っていない。おかしいな。いつき、大変です。さっきムル口を見てきたら全部水不足になっていました。枯谷領の北にある村も見てきたわ。あっちはここよりもっとひどい。井戸の水が減り続けて、もう底が見えている井戸もある。みんなが言ってる。この世界全体で雨が減っている。光も水も大地へと溶かなくなってる。このままじゃみんな耐えられない。いつき、おばあちゃんのノートの後ろの頬に記録がありました。50年前、ベルディア大陸で植部が広い範囲で枯れたことがあったそうです。当時王国は魔植物災害の拡大だと説明していました。でもおばあちゃんの記録と合わせると本当は大きな干ばつだったみたいです。50年前、何が原因だったか書いてある。小さな文字が一言だけ。空は閉ざされ大地は乾いたって。いつき、みんなすごく苦しそう。事態は思ったより深刻だ。もうすぐもっと愚かなことが起きるかもしれない。どうしてこんなことに。子供の頃ここへ薬草を取りに来たことがあります。あの頃は緑でいっぱいだったのに、一体何があったの？おかしい。気が枯れる速さがあまりにも速すぎる。自然に枯れたなら。幹の中にはまだ水が残るはずだ。研究員で似た例を見たことはある。しかしここまでの枯れ方は強い魔法が関わらなければ起こらない。まだ決めつけないで。まず中へは行って確かめよう。何かがいる。そいつが豪華な木の根を壊した。この切り口、乾いて割れた跡じゃありません。切り口の周りに魔力の跡がある。地下から魔法で直接溶かしきったようだ。どんな魔力かわかる？研究員が昔調べていた弾痕術式によく似ている。ただあの術は大量の魔力と固定された術式の起点が必要だ。不筒は地下深くに設置する。一般のマハワ使いにはできない。つまり誰かが大陸全体の根毛を計画的に切り離しているってこと。根毛を切れば
大陸中の植物は互いに支え合う力を失う。もし誰かが大規模にやっているなら、最後には地上の植物が全て魔力を失って死ぬ。いつき、何をしてるの？もう一度この森の声を聞きてみたい。何か別の手がかりがあるかもしれない。何が見えた？声が聞こえた。ここは人間を憂い入れないって。森とのつながりを切られた。いつき、この中にものすごく大きな意識がいる。行こう。この森にはやっぱり何か秘密が隠されている。あなた、何者？さっき混網の中で感じたのはあなたの意識ね。まさかさっき俺と桃李のつながりを切ったのは君なのか？面白い。どうやら植物の声が聞こえるようね。わざわざ私が会いに来る価値のあるただ一人の人間。なお教えてあげる。そう呼べばいいわ。古代精霊ネメシア。ありえない！古代植物精霊は遠の昔に絶滅したはずだ。それこそあなたたちに人間が作った罪よ。ここはかつて大陸で最も古し森の一つだった。どの木も300年以上生きていた。根は地下で一つの甘みを作り、水と養分を分け合っていた。そして人間が来た。木を切り森を焼き鉱山を掘り道を作った。300年かけて育った森を人間はたった10年で破壊した。植物の声が聞こえるなら誰よりもわかるはず。かわいそうな魔植物たちは助けを求めていた。混網の中で最後の声を上げ、そして消えていった。なのに人間は何も聞こうとしなかった。確かに俺も助けを呼ぶ声を聞きた。君の言うことは間違っていないのかもしれない。いい答えね。やはり私の見込んだ通りなら、あなたに一つ機会をあげる。人間であることを捨てなさい。森に残り魔植物の言葉を伝えるものになるの。私なら魔植物についてもっと多くのことを教えられる。もう人間たちに振り回される必要はない。私と一緒に森で世界を背負いましょう。俺は人間であることを捨てない。君の勝手にもさせない。ただの人間に何ができるというの？違う。俺はずっと一人じゃなかった。空根も枯れた強力のみんなも競争庭園のみんなも俺の仲間だ。俺がそれを君に証明する。人間と魔植物は共に暮らせる。あまりに甘くて愚かね。今日はここまでにしてあげる。森のおこであなたが来るのを待っているわ。いつか気づく。あなたが信じる人間はそこまでする価値のある存在じゃないって。いつき、あの人すごく怒ってる。でも少しだけ悲しそう。うん、空根の言う通りだ。ネメシア、俺は必ず君を止める。ルード、さっき古代植物精霊は絶滅したはずだと言ったわね。
どういうことなの？研究員の古文書で読んだことがある。古代植物精霊は世界中の根から生まれた森の守護者だ。人間の文明ができる前からこの大陸にいた森と魔植物の釣り合いを保ち、いわば森の石が形になった存在だ。じゃあネメシアは？おそらく今も生きている最後の古代精霊だ。彼女の話からすると、人間が領土を広げていた時代に環境が濃く壊され、たくさんの森が消えたのだろう。だから人間を恨み、人間の文明を滅ぼそうとしている。あの古き者には、古き力を宿す者の力は一般の術者を大きく上回る。広範囲の植物と親しむことができる。もし彼女が本気で事態を荒らそうとすれば、安易に考えてはいけない。いつき、あっちでたくさんの貯蓄物が動いてる。村へ向かってる。人間よ、あなたたちの存在そのものが災い。まずはここから消し去りましょう。いつき、ミリとルードを連れて逃げて。私が騎士たちとここで食い止める。私も残る。この魔植物を境界の向こうへ行かせたら村全体が飲み込まれる。待って、ネメシアと繋がっている魔植物の中に逆らおうとしている石がある。いつき、声が聞こえる。みんな人間を傷つけたくないって。ネメシア、聞こえないのか？君はあの子たちにやりたくないことを無理やりさせている。私が魔食部門を無理やり動かしている。笑わせないで。あなたは私が何を売れてきたか何も知らない。私もかつては人間を信じていた。ずっと昔、一人の人間の少女が森で迷った。私はそこまで送り、病気を治す草の見分け方も教えた。誰にも言わないと彼女は約束した。でも次の日、彼女は村中の人を連れて戻ってきた。私が少々を惑わせた。森の魔植物は災いだから全て消さなければならないと言った。彼らは森を焼き、私を地下へ封印した。あなたは魔植物を守りたいという。でもあなたが守る人間も私が信じたあの少女と何も変わらない。利益さえあればいつでもあなたを裏切る。ありえない。あの子たちが人間を守ってる。この子たちは災害と呼ばれたことがある。人間がどれだけひどいことをしたか君よりよく知っている。それでもこの子たちはここに残り、人間と共に暮らす身を選んだ。誰かに決められたんじゃない。自分で選んだんだ。ネメシア、もう答えは出ている。その君の意志を押し付けちゃいけない。ネメシア、君は植物を救いたいと言った。でも今、君は魔植物を無理やり促成し、森で全てを飲み込もうとしている。それで本当に植物がしやかせに生きられると思うのか？君に促成された魔植物は確かに早く育つ。でも君の森には魔植物しかいない。魔力が溢れすぎた環境では普通の植物は育てない。土はまた枯れ、支えるものを失った魔植物もいつか死ぬ。そんなものは安定した生態系じゃない。あなたは、私が今やっていることは昔森を滅ぼした人間と同じだというの。あなたも
ずっと誰にも信じてもらえなかったんだね。どうしてそこまで一人の人間を信じられるの？樹は私たちに嘘をついたことがない。私たちはみんな樹が本当に私たちを愛しているって信じてる。人間にもう一度だけ機会をあげる。勘違いしないで。人間を許したわけじゃない。でもあなたとあなたの周りにいる魔植物を見て、もう一度だけ信じてみようと思った。私をスバンソさせないで。明日日が昇る頃、森の奥へ来なさい。あなたが本来知るべきことを教えてあげる。樹、あの人前ほど怒ってないみたい。いい始まりになるといいね。ところでソラネ、いつの間にこんなに綺麗にはなせるようになったの？また成長したのかな？樹がずっとそばにいてくれたからだよ。来てくれて嬉しい。時間通りね。俺が知るべきことがあると言ったよね。それは一体。ついてきなさい。もう気づいているでしょう。あなたのそばにいるその鶴は普通の魔植物ではない。空音は確かに特別だ。おそらく空から来た植物だと思う。私は長い間封印の中で眠っていた。もしかしたらそのままずっと目を覚まさなかったかもしれない。でも最近封印が急に弱くなった。大地のマリオ記が何かに吸い取られるようにどんどん減っている。封印を保る力がなくなり、私は目覚めることができた。大地の魔力が減っている。それだけではない。この世界全体が大きな干ばつに飲み込まれている。そして土のもっと深いところでは大陸全体の魔力の基盤が流れ出している。樹、この木の中にすごく古い跡がある。ずっと昔ここから何かが伸びていたみたい。この木のうろはかつて天と地をつなぐあるツルとつながっていた。樹、あなたは雲の上の都セレスティアを知っている。セレスティア。ミリのおばあさんの記録でその名を見たことがある。雲の上にある世界だと。伝説では天空神殿がこの世界の雨を管理している。神殿は雨を天からの恵みだと言い、大陸は供え物と祈り税を捧げることで安定した天候を得られると唱えてきた。でもいわゆる恵みはただの表面に過ぎない。雲の上には本当に別冊の世界がある。セレスティア、そこは太陽の魔力、雨雲、空を飛ぶ種物を握っている。下の大略の水も光も元はすべてそこから来ている。ここ数年セレスティアは下の大陸へ送る資源を減らし続けている。雨は減り、太陽の魔力も雲に遮られている。この大干ばつは誰かが人為的に起こしている。でもどうして天空神殿は雲の上の都市の存在を隠す？何を隠そうとしてるんだ？隠す、違う。下の大陸の人々に恵みに感謝するのが当然だと思わせ、雲の上で何が起きているか疑問を持たせないためよ。この鶴の跡は何よりの証拠。天と大地をつなぐ鶴はかつて大陸中にあった。上の世界はそれを通して下の大陸へ養分と魔力を送っていた。けれど
ある日セレスティアは全ての鶴を切り落とした。それからこの大陸は天空神殿が投げ与えるわずかな茂呂だけで生きるしかなくなった。いつき、思い出した。私のふるさと。私が生まれた場所はセレスティアにある。空音、何を思い出したの？ゆっくりでいいから話して。思い出した。私のふるさとには私と同じ模様の鶴がたくさんあった。雲の上でみんなが同じ根につながっていた。セレスティア全体が卒論をとうとうして雲の下の世界とつながっていた。でもある日、雲の上の人たちが私たちの根を突然切った。切られる前に私は種を雲の下へまいたいた。自分が誰かを忘れて。それからいつきに出会った。いつきが水をくれて芽を出させてくれた。名前もくれた。いろいろな植物に合わせてくれた。今やっと全部思い出した。空音、ここまでよく頑張ったね。でもいつきに会えたから空音は幸せだよ。これであなたも聞いたわね。あなたが空音と呼ぶその鶴はセレスティアから来た。そしてこの大陸が乾いているのも上が全てのつながりを切ったから。真実を知ったあなたはこれからどうする？空音のふるさとが上にあるなら、いつか必ず俺は雲の上へ行く。いつき、本当に私を雲の上へ連れて帰ってくれるの？君は俺と一緒にこの世界へ来て、ここまでずっとそばにいてくれた。今自分がどこから来たか思い出したなら、俺が一緒に帰る。これはずっと前からの約束だろ。人間を信じる世界はしごずる。その鶴のために空へ行こうとする人間、まったく聞いたこともないわ。これは俺と空音が今網を通して感じた大陸全体の地域だ。森、砂漠、湿地、火山、ダンジョン、そして枯れたリオ。この6つの地域はそれぞれ違う生態を持っている。でも地下の根網で全て一つにつながっている。6つの地域が全て健康に戻れば、それぞれの力が根網を通して強制提案へ集まる。その時大陸全体に良い魔力の循環を作れるかもしれない。6つの地域を同時に直すのか？そんなのほとんど不可能だ。できなくてもやるしかない。今の私たちに残されたただ一つの方法よ。森の地域は私に任せなさい。もともとそれが私の役目。枯れた2両の領主として話しておきたいことがある。実は鉱山が地下水をせき止めることを私はずっと前から知っていた。それでも枯れた2両の村人のために他の選びようがないと思っていた。サナが暴走し、教会の魔書つくぶぬが暴れた。その全ての原因は私だ。レティシア、お前の浜があの魔植物の襲撃で倒れた時、私はずっと魔植物が悪いと言ってきた。だが分かっていた。
私が水道を塞がなければ魔植物は暴走しなかった。私は認めるが怖かった。認めれば母を傷つけたのは私だということになるからだ。お父様。お父様、これからは一人で全てを抱え込まないでください。そうです、領主様。過去の過ちは忘れてはいけません。でも今最も大切なのは修復計画を実行することです。枯谷亮は私が受け持とう。修復計画の最初の段階はどうするつもりだ？ではもう一度みんなの矢割りを確認する。森の地域はネメシアに任せる。もともと君の領域だ。誰よりもあの森を知っている。ええ、あのカレレカたちをもう一度目覚みさせる。枯谷に亮は領主様とサナにお願いします。任せておけ。ミリは湿地を行って上手水槽を植え替えてくれ。受粉を手伝う虫をもう一度呼び戻すことにも気をつけて。必ずやり遂げます。ルード、砂漠の地域は君に任せる。砂を止める植物の栽培と水の調整には見せたずるには君の魔法が必要だ。植物魔法の天才であるこの私に任せておけ。レティシアは火山地帯変って火山の変化に十分気をつけ冷やす準備をしてくれ。水の魔法扱いにも必ず声をかけて。火山ならもう何度も言ってる。問題ないわ。最後に俺とソラネはダンジョンへ行く。あそこの根毛は最も複雑だ。ガジュマの主根へ直接触れる必要がある。わかるよ。ガジュマルも私たちを待ってる。それじゃあみんなそれぞれの場所へ出発しよう。いつき、ガジュマルが来てくれて嬉しいって。豪華なガジュマル来たよ。外の棍棒は今修復されている。枯谷領も他の地域も少しずつ元に戻り始めた。今度は俺たちがダンジョンのマリオ機の流れを整える番だ。魔植物たちはずっと大地の魔力を支えるため全力で生きてきた。一度も諦めなかった。だから今俺たちに力を貸してほしい。いつき、ガジュマルが言ってる。みんなもずっと待っていたんだって。自分たちの声を聞いてくれる人を長い長い間待っていた。今やっと出会えた。ずっと貯めてきたマリオキクもやっと役に立てられるって。いつき、わかるよ。みんなももうすぐ任務を終える。あの光には世界橋ゴズルの気配がある。ありえない。あれは遠の昔に絶滅したはずだ。私自身が雲の下へ降りて確かめなければ。枯谷領の強制庭園は角高を終えた。この成果をもとに鉱山は段階的に閉じてたく。
これから枯れた二両は魔植物産業を中心とした生態緑地へ生まれ変わる。改良した促成魔法で砂漠にオアシスを育てた巨大サボテンと砂を止める植物がオアシスを広げている。砂漠には防砂林もできたぞ。湿地は本当にすごかったです。浄水槽の浄化力はおばあちゃんの記録よりずっと強かった。眠りの魔法花も生き物が暮らしやすい効果をたくさん出しして、水の中にはもうプランクトンが戻り始めています。火山地帯には騎士と魔法扱いの監視所を置いた。火を吹く唐辛子も余った火の魔力をエネルギーへ変えて地下に溜めている。地面の温度は下がり続けているわ。枯れた森の木の下には新しい根が出た。精霊魔法で眠っていた命を呼び覚ましたの。もう少しすればまた一つの森になるでしょう。私は天空神殿の神使。神殿の命により下の大陸で起きた異変を調べに来た。お前たちは王国と神殿が定めた法を重大に破勝手に魔植物を修復し魔植物を修復し魔力の循環を戻し、さらには世界橋ゴズルまで蘇らせようとしている。その銀門鶴は神殿が存在を禁じた極めて危険なものだ。お前たちの行動は大陸の秩序を揺るがしている。天空神殿の名において免じる。全ての魔植物修復を直ちに中止し、その銀門鶴を神殿へ引き渡せ。従わぬなら神殿はこれを天への挑戦とみなす。その時はこの庭園を含めお前たちが大切にしている全ての土地と魔植物を完全に消し去る。俺は空音も魔植物たちも誰にも渡さない。あの子たちは武器でも脅威でもない。それにこの大陸の土地と魔植物の運命を神殿が勝手に決める必要はない。私は枯れた二両の騎士。この天苑の魔植物は全て私たちが自分の手救った命よ。神殿の命令がここで通ると思わないで。私は研究員に7年いた。神殿が大陸へ介入するたび残るのは干ばつと枯渇だけだ。お前たちの秩序とは土地を殺すことか。私は枯れた二両の領主だ。紳士だの。この土地のことはやはり私が決めるべきだ。私はこの者たちとどうやら従うつもりはないようだな。ならば容赦はしない。神殿の者か。高谷紳士風情がいつから私の前でそんな口を消えるようになったの。貴様は古代植物精霊。お前たちはとうに絶つしたはずだ。さっきこの庭園の魔植物を消すと言ったわね。できるものならやってみなさい。このことはこれで終わりではない。神殿の石はフラシ時代の精霊が一匹表したくらいで変わりはしない。人間、天空神殿を敵に回したわね。これからどうするつもり？紳士様、なぜ自ら王都へ？枯れた二両のことはもう知っているな。銀門鶴は成長を続け、古代植物精霊まで目覚え、反抗する者たちと手を組んだ。この状況を神殿はこれ以上許さない。紳士様、ご安心ください。
私はあの異邦人のやり方は災害しか生まないと前から申し上げていました。研究員は神殿の行動に全力で協力いたします。オートにいる使える研究員と騎士を全て集めろ。十分な兵力を編成し、枯谷亮を封鎖する。必ずあの銀門鶴を連れも倒し、反抗者は全て排除しろ。直ちに手配し、今夜のうちに出発させます。銀門鶴、今度こそ誰が私を止められるか見せてもらおう。初めての完全な種の保存区がやっとできた。ミリ、よく頑張ったね。この種はおばあちゃんと森の魔植物たちが残してくれたものです。もしいつかこの世界に本当に最悪のことが起きても、この種が残っていればこの土地の希望もきっと昇ります。たくさんの人がこっちへ来てる。みんな武器を持って。銀門鶴を渡せ。そうすればお前たちを見逃すことも考えてやる。断るなら枯谷亮ごと滅ぼす。空音は君の道義じゃない。君についていくことはない。ついに捕まえた。お前を天と地をつなぐ通路へ作りかかれば、私は軍を率いて雲の上の御籠へ直接攻め込める。そうなれば二つの世界を支配する王はこの私だ。もう誰にも従う必要はない。私はダラの武器にもならない。私は空音、樹の仲間。君の計画は初めから成功しない。連合軍はもう崩れてる。バレリウスの魔法使いも戦える状態じゃない。これで終わったと思うな。神殿はお前たちを許さない。あの鶴がある限り天空神殿はこの土地を何度でも襲おう。天空神殿が何度も人をよこし、私たちが直したものを壊すのをただ待つくらいなら、こちらから王と壁ましょう。王と天空神殿へ行くつもりなの？神殿も研究員の本拠地も王都にあるはず。ならこちらから王都へ行き、この大陸の魔植物は彼らが勝手に操れるものではないと思い知らせればいい。樹、どう思う？樹が行くところなら空音も行く。それじゃあみんなで王都へ行こう。魔食部の群れを連れてくれば天空神殿を揺るがせるとでも思ったか。あまりに愚かだ。どうしても神殿の敵になるというならもう手加減はしない。弱滅根絶。この大地を永遠の獅子島へ返せ。樹、大地の根毛が切れた。みんな待ってて。人間正気なの。今大陸全体の根毛が切れ続けている。こんな時に意識をつないだら一瞬で大量の意識に飲み込まれ、二度と目覚らなくなるわ。俺がイカネを空名に含め全ての魔食部のが死ぬ。そんなことをただ見ているわけにはいかない。これが大陸中の植物の意識。
あまりにもたくさんの声が混じりすぎている。俺は自分を過信していた。まずい。意識が消えていく。ごめん空音。みんな約束を守れそうにない。ねえいつき起きて。まずい。彼の意識が消えかけている。根毛の中の意識があまりに多く、彼自身が飲み焦がれている。いつきもみんなも私が一緒に連れて帰る。みんな目を覚まして。いつき戻ってきて。みんなが待ってるよ。そうかね。君なの。いつきもみんなも私が一緒に連れて帰る。みんな目を覚まして。これはいつきが助けた調律魔植物たちだよ。みんな私に力を預けてくれた。いつき、やっぱり私はあそこへ帰りたい。そこには世界バシゴズルの秘密がある。それに下の体力が湧いている本当の理由もあるかもしれない。それなら俺も一緒に行くよ。いつき、本当に一緒に上へ来てくれるの？うん、ずっと前からの約束だろ。君は俺と一緒にこの世界へ来てここまでずっとついてきてくれた。今家へ帰りたいなら俺が最後まで一緒に行く。雲の下は私に任せて。みんなを必ず守る。だから安心して行ってきて。俺は土を使い切らない植物魔法をこれからも研究する。君が戻る頃にはこの大陸は今よりもっと良くなっているかもしれないぞ。種の保存区も植物図鑑も私が税できちんとまとめます。いつきが帰ってきた時、私が記録した全ての変化を見せます。行こう空音。俺たちの旅はまだ終わらないみたいだね。大変です。とに滅したはずの世界場所ズルが再びセレスティアへとうたつしました。